皆さんこんにちは。今回は何にもない北欧の田舎町でのんびり暮らす大人3人暮らしに密着動画。何気ないいつもの休日でも、世界遺産や国営の酒や海外スーパーに遊びに行ったり、ディナーはザリガニをいただきます。ぜひ最後までご覧ください。おはようございます。普段私たちは愛犬2匹と同じベッドで寝ているんですが、目が覚める頃にはこんな感じでベッドの真ん中を占拠されていて、ヨハンなんかベッドから落ちそうになりながら今回も寝ています。この日はブライアンもジェマもすごくまだ眠たそうだったので、私一人で下に降りることに。モーニングルーティン動画は曲やバージョンを以前出しているので、もし興味がある方がいたらそちらもチェックしてみてくださいね。しばらくするとジェマが2階から降りてきて、向かう先は本日最初のトイレ。スウェーデンでは家の中に犬用のトイレがないので、こうやって庭に出すか一緒にお散歩に行ってトイレをしてもらっています。朝の8時です。じゃーんジェマも下にいんの。私はですね、ちょっと急いで仕事をします。10時に動画がね1本上がるので、最終チェックとかいろいろやらなきゃいけないことをやっております。毎週土曜日、スウェーデン時間の朝10時頃に動画を上げるので、あと2時間という感じで急いでチェックをしていたんですが、なぜか動画にエラーが。今からもう一回ね、これを修正して書き出してっていう作業をやっていきます。前にテレビ局で働いていた時は、番組制作自体にたくさんの人が関わっていて、何重にもチェックする仕組みができていたので、本番でのミスをみんなで防ぐという感じだったんですが、 YouTube では企画、撮影、編集と全て一人でやっているので、アップした後にミスが出てくることも多いんです。なので皆さんのコメントで、ここがおかしいよとか漢字間違っているよっていうのがあったら、いつでも教えてくださると本当に助かります。今ちょうど書き出しが終わったので、このまま YouTube にアップしていきたいと思います。サムネもね、いろいろ考えてて、これ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 にこれこれ8案ぐらいまで出したんですけど、とりあえず一番新しいやつをね載せます。私が一人1階でバタバタしていると、ブライアン少しだけ心配になったのか、私のことを覗いてくれていました。1階に降りてきたブライアンにすかさずレスリングマッチを挑むジェマ。ちょっとだけ困っている表情だったので、ブライアンにトイレに行きたいと聞いてみました。Yeah, good girl, Gemma. Good boy, Brian. Go ahead. ここで仲良く2匹で朝ごはんタイムです。実は最近ブライアンの食欲がなくなってきたので、ドッグフードをチキンから大好物のラムに変えました。ブライアンは今月で5歳。これからも元気で長生きしてほしいなと思っています。いってらっしゃい。私もジェマと散歩に行く前に着替えて朝ごはんの準備。今日の朝ごはんはご飯にしたいと思います。
白米ものでそのまま炊きます。えジェマどうしたん？実はね、日本の食べ物でまだ開けてなくて食べたいものがあるんですよ。ここかな？じゃーん、ひき割り乾燥納豆。これを今日初めて食べてみたいと思います。すごい。そして次はジェマの番。アクションカメラを装着したので、ジェマの背中に乗った感じで皆さんをお散歩に連れて行きたいと思います。今私たちが歩いているのは1時間に数台くらいしか車が通らないとても静かな道路。森に囲まれていて、晴れた日はこんなに空が広いんです。今日せっかく晴れたし、どっか行く？買い物に行ここの前やった世界遺産とか。おお、行ける？ルレオの。やった。ここは白夜ライブをした時に、私が一人で夜中2時にミッドナイトサンを探すためとことこ歩いてきたあの現場です。ここに来れば渡り鳥やいろんな動物を見ることができるので、地元の人たちに人気なお散歩スポット。ほんと綺麗。1年前の7月にここに引っ越してきてから1年ちょっと。この村に知り合いはいないし、いろいろ大丈夫かなと思っていたけど、ブライアンやジェマがいてくれるおかげで楽しく暮らすことができています。楽しかったね、ジェマね。おはよう。朝ごはん食べる？食べたい。今日は朝ごはんに2種類チーズがあります。これとこれです。三角チーズ美味しいんだよね、これね。で、私とお姉さんはご飯に納豆、ふりかけとか梅干しとかいろいろあります。私これ食べよう。とろろ大好き。納豆食べるの3年ぶりぐらいの気がする。2年ぶりか。美味しい。めっちゃ美味しい。じゃじゃーん。日本の朝ごはんいただきます。すごくない？私のお姉ちゃんはこれまで一度も進撃の巨人を見たことがないとのことだったので、今現在1話目から最新話まで一気見をしている最中です。平日は3人バラバラに食べることも多いので、土曜日はこんな風にソファーに座りながらみんなでゆっくり朝ごはんが食べられていいなと思います。今日晴れるんだって、Emma. It's gonna be sunny today. That's nice. スウェーデンの休日は何もかもすぐ閉まるので、私たちは急いでお出かけの準備中です。そして今回初めてこのカメラを車内で使おうかなと思っています。じゃあ、はい、お願いします。行きます。運転よろしく。64% しかないけど、いけるかな？何の時が一番緊張する？駐車する時が一番緊張。する。なんすか下手くそやけん止めるの。てか車がまず大きいもんね。そう、車のなんていうの、もうあれが広すぎて、もうよく分かってない。そう当たると当たらんとどっちみたいな。センサーでピー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 って言ってくれるけんまださ。まだマシね。あれがないと多分普通にガチャンガチャンとかなってさ。そう。これまではお姉ちゃんが運転する車に乗って一緒にお出かけするっていうのが多かったので、私が運転しながらどこかに一緒に行くっていうのがちょっぴり不思議な感じでした。そして私たちが見ている景色がこちらです。ちょうど高速を降りてルレオの隣町にある世界遺産にもうすぐ到着するというところで、姉は初めて見るスウェーデンのお墓にちょっと感動。左に見えるのが15世紀に建てられた石造の教会。
そして後で説明するんですが、このエリア全体が世界遺産ということで、これから駐車場を探し歩きたいと思います。この日は本当にいいお天気で30度ぐらいあったんですが、カラッとしているので全然汗をかきません。どこからか動物の声がするなぁと思って近づいてみたら、赤いお家が奥の教会に向けて連なっているのがわかると思うんですが、こちらは今から5、600年ほど前にできた教会の町。家のサイズは小さめですが、同じようなお家が400軒以上立ち並んでいて、遠方からお祈りにやってくるキリスト教徒のために宿泊場所として使われていたみたいで、歩くだけで歴史を感じます。ということで、まずはビジターセンターからお邪魔したいと思います。スウェーデンの世界遺産、これだけあるんですが、その中でも北から3番目にあるのがここガンメルスタードらしいです。中に入るといろんな展示がしてあり、大人も子供も楽しめます。そしてこちらはスウェーデンの伝統的なお家。実際に中に入ることができるということでお邪魔してみました。広いよね、このお家ね。綺麗よ。これも昔刺繍しましたと。今でも見られるこういうやつとかね。よくこの下にさ収納できるようになっとってさ、あ、多分これも同じ。今立ってみて、立ってさパカって開かん？開く。はいはい、この下がね収納箱になってるわけ。あー疲れた。じゃあ一日終わったから寝るかな。よかった、ベッドも作ってあるし。まさか。おやすみなさい。そしてこちらがメインの教会。すごい大きい。この日は一日中結婚式が挙げられていて、中を見ることはできなかったんですが、教会の壁をすぐそばで見てみると、石ってこんなに大きいんだと感動しちゃいました。赤くて可愛いよね。削ってるよね、綺麗に。喉が渇いたのでカフェを探していると、たまたまフリーマーケットに遭遇。夏になるとよくスウェーデンではフリーマーケットがいろんなところで開催されていて、出店している人にこれ何ですかといろいろ聞き、値段も交渉しながら、みんなそれぞれ何かいいものはないかなと探索中です。気温も30度近く、とても暑かったのでカフェに立ち寄ってアイスと飲み物をゲット。これすごいことよね。挨拶してもいいですかっていうふうになっちゃんが聞いてたやんね。さっきね、友達の人でも聞くけんさ、わーって思った。そりゃそうよねって思った。じゃあ引き続きまたドライブしてルレオの方に行きたいと思います。週に一度まとめて買い物をするため、ルレオやピテオの大きなスーパーまで足を運びます。買い物の前にある場所へやってきた私たち。平日は10時から20時まで、土曜日は10時から3時まで空いてます。このチャンネルでは初公開のこちらのお店、皆さん何かわかりますか？正解は国営の酒屋さん。土曜日は営業時間が短いんですが、なんとかお店が閉まる20分前に着くことができたので、この後ザリガニを食べるときに一緒に飲むビールを調達することに。スウェーデンでは国営の酒屋が扱うビールの種類は4000種類以上。中には家でビールを作る人もいるんですが、スウェーデン全国にいろいろなビール工場があるので、スウェーデン産のビールだけで3000種類以上もあるんです。どうでした？すごいいっぱいあった。いっぱいあったね、種類。あと並べ方おしゃれね。確かに。ここでスウェーデンの格安大型スーパーウィリーズで1週間分のお買い物。
運転免許証の裏にある QR コードをかざし、セルフスキャナーをゲット。あとはこのゲートをくぐってお買い物がスタートです。店内はめちゃくちゃ広いので、ここに来る前にどの商品がお買い得になっていて、何を買いたいかなどアプリでチェックし、ショッピングリストも作成しています。セルフスキャンをしたら、そのままエコバッグやリュックサックに商品を入れて買い物を続けます。以前出したスーパー動画でいろいろスウェーデンの買い物事情やお値段についてお話をしているので、ぜひそちらもチェックしていただきたいんですが、お姉ちゃんがこの日いろいろ商品を見ながら、スウェーデンのスーパーって大容量だったり紙の箱ですごくシンプルに包装されているものが多くて、プラスチックみたいなテカテカさがないよねって言っていたのがとても印象的でした。大人3人、外食は週に1回程度で、今週は1週間の食費が16,000円でした。久々にスーパーの動画も出したいなと思っているので、これが気になるということがあれば、ぜひコメントで教えてくださると嬉しいです。ただいま。ベンただいま。チンマただいま。この日は土曜日。天気も良かったので一緒にお出かけしようとヨハンも誘ったんですが、彼は彼なりに雨が降らないこの日にやっておきたいことがあったみたいで、帰ってきて庭に駆けつけると芝刈りをしている最中でした。この日何してたって聞くと、一人で屋根に登って外壁の仕上げをしてくれていたみたい。というのも、実は私と姉ヨハンの3人で7月の1ヶ月間を使って外壁の色を白から違う色に塗り直しました。その様子も早く YouTube の動画にして皆さんにお披露目したいなと思っています。ぜひチャンネル登録をして、これから出る動画をお待ちいただけると嬉しいです。この日2回目の散歩に行った後、少しだけ休憩。ちなみにブライアンは足をビヨーンと伸ばすと身長が130センチ、そして胸囲はなんと80センチもあるんです。体重は33キロあるので、実際に会うとみんなに大きいと驚かれるブライアン。ジェマは体重こそ22キロでブライアンより軽いんですが、実は身長は同じくらい。ブライアンとは4年、ジェマとは2年一緒に暮らす中で、初めて会った頃と比べると心も体も成長したなぁと驚くことがいっぱいあるので、保護犬だった彼らの成長をまとめた動画みたいなのもいつか作ってみたいなと思っています。ところで皆さんはカフェや空港、公共の場所にあるフリー Wi-Fi を使いながら、これって本当に大丈夫かなと思った経験や、そもそも留学をせずに英語を学べたらいいのにと思ったことを、海外に暮らしている日本の方で日本のテレビを見たいなと思った経験はありますか？今回はエクスプレス VPN さんからご提供いただき、私とヨハンが8年くらい使っている VPN サービスについてシェアさせていただきたいと思います。エクスプレス VPN を使うとネット上のロケーションを変更できるので、まるでその国にいるかのようにウェブサイトやサービスにアクセスできます。例えば TVer の場合、アプリを開いて日本を選択、接続ボタンを押してサイトを使えば、海外に住んでいても日本と同じようにバラエティ番組やドラマを楽しむことができちゃうんです。Netflix や Hulu などの動画配信サービスでは国ごとに視聴できるコンテンツが違っていて、例えばジブリ映画は日本では Netflix で一つも見ることができないんですが、それをイギリスに変更するだけでジブリ映画を鑑賞できるようになります。またヨーロッパの多くの国では去年から Yahoo が使えなくなったと思うんですが、それも VPN サービスを使えば日本に位置情報を変えるだけで EU 圏内にお住まいの方も、これから EU に旅行に来る方も Yahoo ニュースを読むことができます。でも実はエクスプレス VPN はそれだけではなく、私はオンライン上のセキュリティを保護するためにも使っています。普段生活をしているとスマホやパソコンをカフェで使うという場面があると思うんですが、フリー Wi-Fi はセキュリティがかなり脆弱で、簡単にパスワードやクレジットカード情報、SNS のログイン情報などを盗まれる危険性があります。
エクスプレス VPN はネット上のロケーションを変更するだけではなく、デバイスとインターネットの間に安全で暗号化されたトンネルを構築するので、個人情報をしっかり守ることができます。そしてエクスプレス VPN さんのサービスでは同時接続が8台まで可能。私たちみたいに家族でシェアすることもできますし、本当におすすめのサービスです。もし皆さんの中でエクスプレス VPN 使ってみたいよという方がいたら、今回特別に犬と私と北欧暮らしのコードを作っていただいたので、1年契約で3ヶ月無料というサービスを概要欄からぜひチェックしてみてください。ザリガニを食べるということは先ほどお伝えしたんですが、スウェーデンではザリガニパーティーには欠かせないある特別なパイというのがあるので、早速それを作っていきたいと思います。パイの中に入るのがこのベステルボッテンスチーズと生クリーム、そして塩コショウに牛乳、5個の卵が入ります。近々出す予定の1週間の夕食動画で作り方など詳しくお話ししたいんですが、これでもかというほどの大量のチーズを使ってチーズパイを作っていきます。このチーズは結構匂いがきついので、リビングにいたブライアンもどんなものを作っているか気になって見に来た様子。チーズが上から落ちてこないかなと言わんばかりに、2匹ともベストポジションで見守ってくれています。すごいやっぱチーズがさ、ハードタイプだからさ、なんかボソボソだね。こんな感じで、よいしょ。これから40分待ちます。そしてこちらではヨハンがイベント会場の準備中。去年動画で使ったね、いろいろ残ってたのでこれを使いたいと思います。かわいい。スウェーデンのザリガニパーティーには欠かせない月の男が描かれているこちらの飾り付け、正直ちょっと怖くないですか？わー。チーズパイが焼き上がるまで少し時間があったので、4つ同じ色を続けて並べることができたら勝ちというシンプルなゲームをしながら時間を潰します。すごい。実は今回初めてこのチーズパイを作ったので、ちゃんと膨らむかなと心配だったんですが、いい感じになったと思いませんか？それでは早速テーブルに移動していただきたいと思います。Oh, yeah. That's the bit of the pie. ね、すごくない？うわ1匹目いただきます。大人3人でザリガニにがっついていて結構シュールなんですが、食レポの様子は1週間の夕食動画までお楽しみに。時刻は夜10時過ぎ。ザリガニとチーズパイでお腹もいっぱいになり、お酒も飲んで少しうとうと。楽しかったね。美味しかったね。今から犬の散歩に行って寝る準備したいと思います。眠くない？眠くない。めっちゃ先寝とったの？寝とった。シャシャシャってしてしまうね。めっちゃ綺麗空。すごいよ。片付いたね。ありがとう。散歩行こ散歩行こう。今14度やけど寒い？寒いよね。ほんと半袖だとさすがに寒いね。今だとね。ちょっと前までは夜中もずっと明るいままだったけど、最近はもう10時を過ぎるとこれくらい暗くなるように。私は蚊が来るのが怖いので、必ずこういった帽子をかぶって散歩に行くようにしています。お姉ちゃんとここまで2ヶ月ぐらい一緒に暮らしているんですが、同じものを食べて同じ家で生活して毎日いろんな話ができるから、改めて気づいたことってたくさんあって、自分や家族のことを知れるすごくいいきっかけをもらったなと思っています。そしてブライアンやジェマもお姉ちゃんにたくさん甘えることができるので、
最近はブライアンはもっぱらお姉ちゃん子という感じです。多分順位したよね。すごい。顔なんかすごいんだけど。今週は3人暮らしを始めた私たちのとある土曜日の過ごし方を1日動画にしてみたんですが、いかがでしたか？近々少し嬉しいお知らせもありますので、引き続きこのチャンネルをどうぞよろしくお願いします。ということで、また4人で仲良く寝たいと思います。おやすみなさい。ベスティスメンバーになってくださった笹さん、新しくメンバーに入ってくださった皆さんも本当にありがとうございます。